さの位置からお湯にめがけてろうを垂らしていきます。エビが包めるぐらいの大きさまで広げます。ちょっとね、隙間も埋めてください。で、形ができましたらエビを真ん中に置きます。で、真ん中に置いたら残ったろうを少しだけ近づけてかけます。で、残ったらスタッフに返してください。で、ここでちょっとワンポイントアドバイスなんですけど、少しだけね、ちょっと沈めるんですよ。軽くエビを持ったまま。で、そうしてからお水をかけて、お湯をかけてください。そうするとろうがビヤーっと伸びなくなるので、少しだけ下のね尻尾を沈めてください。で、お湯をかけて固めます。で、今度は沈めて裏返します。で、そうするとちょっとサクサクっとした感じに仕上がってると思うんですけど、ここを上でねグイグッと押さえてしまうとつるっとしたエビになってしまうので、こんな感じに優しくね包んでください。はい、こんな感じです。で、表面はね綺麗に高さの位置からピーマン具材が隠れるぐらいの大きさまで広げます。こんな感じですね。広げたらお野菜とかはこういったね先っちょを少し出すとどんなお野菜が天ぷらにされてるのか分かるので、ちょっとだけ出すのが味噌です。で、ちょっとだけ出したら少し中に入れていきます。こんな感じですね。で、お湯をかけます。お湯かけたら沈めて裏返します。こんな感じですね。で、あとはエビと同様にこんな感じで優しく包んでください。これでピーマンの天ぷらの完成です。透明なろうでレタスの芯を作ります。今度は緑のろうで葉っぱを作ります。で、まだこの状態、熱い状態なので皆さんが持ちやすいようにこの両端を固めます。で、両端固めた部分は熱くないので皆さんここから作業スタートになります。で、こうね、両腕で両手でこの両端をつまんでもらって一番下まで沈めます。で、沈めた状態でゆらゆらと左右にゆらゆらっと揺らしながら上へ引き上げていきます。今度は1回ね沈めます。で、ここからまた皆さんの作業なんですけど、皆さんは手のひらをパンにして待っててください。で、スタッフがこの上にレタスをのせて余分なね葉っぱを切り取っていきます。ちょっと絵の具が固まっちゃったんですけど、ここでぐるっと私が丸めるので丸めたやつをこの上に乗せます。で、ここから皆さんの作業になるんですけど、今度はレタスふんわりと包んでください。で、この時点であまりググッと押さえてしまうとすごくね硬いボールみたいになってしまうので、できるだけふわっと丸く包んでください。ちょっと色が変わっちゃった。